マーベルでシビルウォー3が起きるとしたら誰と誰が衝突すると思いますか？シビルウォー2クソつまんなかったんで、シビルウォーはもうやってほしくないですね。個人的にはもうイベントものは避けるようにしてますね。最近のだと War of Realms、Absolute Carnage。もう大量のアメコミを買わせるためだけのイベントじゃないですか、もう。スモッシュ、アンソニーが消えてからスモッシュどう思いますか？そもそもスモッシュ最近全く見てないんで、何とも言えないですね。最後に見たスモッシュの動画は確か、I Set My Friends on Fire とのなんかコラボ曲みたいなやつでしたね。あれどれぐらい前だっけ？ 10 年前やば。スパイダーマンの実写版では誰が好きですか？順番でいきますと、1位は最近やっと見たんですけど、トム・ホランド・スパイダーマンがすごい良かったですね。で、その次はトビー・マグワイア・スパイダーマン。スパイダーマン2は今見ても名作ですね。で、最後はアンドリュー・ガーフィールド・スパイダーマンですね。あの映画シリーズはなんかゴミではなかったんですけど、面白くもなかったですね。あと個人的にアンドリュー・ガーフィールドのピーター・パーカーはなんか違うなって感じがしましたね。マイブームはこのチャンネルでの開封動画。PDR さんは欲しいものがあったらすぐ買う派ですか？それとも少し様子を見て買う派ですか？そうですね。すごい欲しいものは結構すぐに買っちゃいますね。で、そこまで欲しくないものは様子見って感じですね。PDR さん、お座り。はい。お手。よし。ストレンジャーシングス見てますか？最近の Netflix か Amazon プライムでおすすめありますか？ストレンジャーシングスはシーズン1の3話ぐらいで止まってるんですけど、まあ、そのうち多分全部見ると思います。で、Amazon プライムでおすすめなのは The Boys です。PDR さん、コラボですよ。買いますか？見に行ったんですけど、ケニーの T シャツが欲しかったんですけど、サイズとか書いてなくて、なんかワンサイズしかなくて、しかもそのワンサイズがちょっとちっちゃめだったんで、何も買わずに帰りましたね。翻訳されたアメコミバットマンシリーズを読みたいのですが、どこから読めばいいかアドバイスいただきたいです。ネットでは The New 52シリーズがおすすめだと書いてあったのですが、New 52は確かに、New 52の中では数少ない面白かったシリーズですね。Court of Owls、Year Zero とか。あとは何が翻訳されたのかわからないんですけど、ちょっとリストを作りましたね。まず、グラント・モリソンのバットマン。結構長いですけど、バットマンからバットマン&ロビン、バットマン・インコーポレイテッド全部面白いですね。あと、バットマン RIP とか。で、ロングハロウィーン。ダークナイトリターンズはめっちゃ面白いんですけど、他のバットマンを少し読んでから読んだ方がいいかもしれませんね。バットマンアドベンチャーズとか、バットマンロビンドアドベンチャーズ。PDR さんが子供の頃にやってたバットマンのアニメが元のアメコミですごい面白い話がいっぱいありますね。Legends of the Dark Knight の Blades。他にもいっぱいあるんですけど、まあその辺を読んでみてはどうでしょうか。ジム・キャリー主演の好きな映画ありますか？ジム・キャリーはロビン・ウィリアムズと一緒で子供の頃からすごい好きで、The Mask とか Ace Ventura とかめっちゃ見まくったんですけど、多分一番好きな映画は The Truman Show ですかね。昔 VHS 持ってたんですけど、100回以上見たと思います。最近いいことありましたか？トゥールがSpotify に曲を上げた。そして新しいアルバムが出る。MCU フェーズ4の中で特に気になるのはどれですか？ホークアイのテレビシリーズが一番気になりますね。エンドゲーム見てなくてネタバレされたくない人、まだいましたら、この時間まで飛んでください。はい、エンドゲームでサノスが指パッチンした時にホークアイの家族はみんな消えますよね。で、その5年後に、タイムトラベル使って、死んだ人をみんな生き返らせるんですけど、その5年の間にホークアイはアサシン、ビジランテ、殺し屋になって悪者殺しまくってたじゃないですか。で、最終的に家族はみんな戻ってくるんですけど、殺し屋だったっていう事実は消えないじゃないですか。だから人を殺しまくってた生活からファミリーマンの生活に戻ろうとするホークアイが見たいです。もしかしたらすごい面白い可能性があると思います。もっと質問あったんですけど、ページがなくなってる。一生割り箸が綺麗に割れるようになる。一生これから毎日80円足す税もらえる。どっちを選びますか？いや、80円に決まってんじゃん。割り箸とか別に使わないし、そんなに。エコなんで。最近コンビニバイトを始めました。みんな仲いいですけど、うざい先輩がいます。どうしたらいいですか？うざい先輩ね。もう正直我慢するしかないと思います。うざい先輩っていうのはね、もう、はいはい言ってれば多分大丈夫だと思いますね。はいはい。うざいけど、はいはい言ってればそんな
なんかやってこないですけど、逆に立てつくと余計めんどくさくなると思います。そうですね。あまりにもうざかったらバイト辞めるか殺すしかないですね。じゃあ